小池玲です。18歳で文化服装学院に通っています。今日は自分で作ったシャツに、これも自分でリーバイスの501をカッティングしてなんかいい感じにできたリメイクのジーンズに、このウエスタンブーツは高校生ぐらいの時にママからお下がりでもらったやつで、ネクタイ、私アブリル・ラビーンがすごい好きで、いつもネクタイを真似してるので、そんな感じでパンクっぽくしてみました。一番は同じコーディネートを2回着ないことと、あとは自分のシルエットがよく見えるものを気にしてます。好きなブランドはミス60っていうブランドで、イタリアのジーンズブランドかななんですけど、2008年ぐらいのコレクションが一番好きで、好きな系統がいろんな系統着るんですけど、やっぱデニムがすごい好きで、デニムメインみたいな感じの服装がすごい好きです。実家がメンバーシップみたいな感じで、スケートとサーフィンを一緒にできるみたいなのをやっていて、それで自分中学校に行ってなくて、その行ってない期間に家でそのスケートを外でやってる子っちを見てたら、スケートする子って一人一人すごいおしゃれで、なんかすごい長いハイソックス履いて、リッキーズのボロボロのズボンとか履いてて、それに最初憧れて、いろんな服を見るようになったのがきっかけですね。おすすめのお店はちょっとまだ春に上京したてで、なんかここっていうのがまだなくて、でも高円寺がすごい好きで、高円寺によくブラブラしたりしてます。バイトはまだできてなくて、課題がちょっとバタバタしてるので、ちょっと落ち着いたらやりたいなと思ってます。使ってる財布はディオールの2つ折り財布なんですけど、サブでもう1個マーク・ジェイコブス使ってるんですけど、これはメインで使ってるやつで、すごい全然高く買ったとかじゃないんですけど、女がこの2つ折り財布を使ってたら超渋いなと思って使ってます。使ってる香水は、オーパラディのサボンオードパルファムで、理由がマグノリアっていう花が好きで、匂いが結構好きなんですけど、その匂いと結構似てて、それで使ってます。エレファントっていうセレクトショップで、河合浩太さんっていう方が前にカスタムラインみたいな感じでリメイクのアイテムを出してた時があって、そこで結構初期の方に作ってたこのネクタイを大きいハトメでシャツに直接つけてリメイクするっていう結構斬新なシャツを出してた時があって、それを買って、それが印象に残ってます。ハイブランドとかがあんまり興味がなかったんですけど、最近は学校に通ってて先生とかの話を聞いたりとかしてて、ケイスケ吉田とか、あとはなんか一周回ってやっぱヒスってすごい可愛いなと思ってて、やっぱ揺るがないというか、そんな感じですね。デニム製品が好きで、ジーンズだったり、デニムのシャツだったりもそうなんですけど、なんかデニムって着てたら変わるというか、やっぱ劣化をするっていうことじゃなくて、良くなっていく服ってデニムだなって思ってて、普通のシャツだったり普通のスラックスって着てたらボロボロになっていく、汚くなっていくっていう意味ですけど、デニムはちょっと違って、なんか自分で履いてきた雰囲気というか、当たりが出たりひげが出てきたり、あとは時間が経つと縦落ちが出てきたりするんで、そういうとこがもう最大限の魅力というか、そういうとこが好きですね。通ってる美容院がまだ上京してから決まってなくて、いろいろなんかスタイリストさんとかに呼んでもらったりして、いろんなとこ行ってるんですけど、ちょっとまだ決めれてないので探し中です。趣味がいろんなことが好きで、
1個は絵を描くことが好きで、ちっちゃい時から外で遊んだりとかするよりもずっと絵を描いてる方が好きで、その中学校行ってない時期にギターをやり始めて、でちょっとアコギとかをやったりとか、全然下手なんですけどしたりとか、あとは古代ギリシアの文化というかお話が好きで、それをギリシャ神話っていうんですけど、本を読んだりとか、あとは調べたりとかするのが好きで、全然宗教的な意味じゃなくて、なんか映画を見たりとか小説を読んだりする感覚で読んだりするのが好きですね。好きな本が趣味でもそうなんですけど、ギリシャ神話が好きで、アポロンの5つの神託っていうシリーズがあって、多分児童書かな、なんかそういう子供向けの一応単行本なんですけど、全然自分が読んでもそんな感じしないくらい面白くて、そのシリーズの「太陽の転落」っていう多分第1作目なんですけど、それが結構好きですね。好きな映画は友達に教えてもらって見た映画なんですけど、ザ・ダートっていうモトリー・クルーっていうバンドの自伝の映画なんですけど、すごい面白くて、結構それが今でもそうです、印象に残ってる映画ですね。おすすめの一曲はアブリル・ラビーンの「トゥモロー」かな。トゥモローです。文化に入学しようと思ったのは中学3年生ぐらいの時に行こうって思って、そのきっかけが河合浩太さんっていう方がいて、その方もその中学3年生の時に工科基礎科に通ってた方で、ちょっと服好きになり始めたぐらいの時にインスタで見つけて、世の中にこんな奇抜な人がいて、こんな自信満ち溢れてる人がいるんだっていうことに衝撃を受けて、それでその人が文化に行ってるっていうのをなんかで言ってて、いろいろ調べていくうちに、なんか日本にこんな服飾学校があるんだっていうことを知って、それでいや日本に住んでるならなんか行かない理由ないなぐらいになんか思っちゃって、それで中3の時に行こうと思って、そうですね、今に至るというか、そこからバイトして、でお金貯めて入学したっていう感じですね。在学中の目標は、とにかく課題が多いので、それを取り組むことを当たり前にしつつ、反則的なことというか、自分の例えばリメイクをなんかで発信したりとか、ブランドじゃないですけど違うことをやったりとかして、卒業してからというよりは卒業するまでにいろんな人と関わって自分の幅を広げたいなと思ってますね。良かったことは、とにかく服が好きな人しかそもそもいないので、なんかもうそこが話をしなくても分かるというか、いるだけで楽しいっていうのもそうだし、あとは先生が結構面白くて、なんか今までのその中学高校の先生っていうもうなんか概念が吹き飛ぶというか、なんか単純にものを教えてくれるというよりは、その先生の人間性とかを結構言われるというか、教えられる感じがすごいいいですね。辛かったことは、なんかまだ入学したてでそんなになんかもうどうしようもなく辛いみたいな場面にまだ出会ってないんですけど、なんか多分みんなが言うには、多分課題が多くて辛いっていうのも多分私もそうだし、あとはなんか寝る時間がとにかく少なくなったのもそうだし、なんか学食に初めて行った時に和食のすごい美味しそうな定食を頼んだんですけど、混みすぎて並んでる最中になんかヤンニョムチキンになりますみたいな韓国料理に変わっちゃって、それが結構私的に初めての学食がその思い出だったんで、みたいな感じだったんで、そこが心残りです。すごい。工科基礎科は私がそもそもやりたいことが起業とかそういうことだったんで、ちょっと流通とも迷ったんですけど、なんか服作りを知らないのにビジネスをやってることを想像したらちょっと恥ずかしくなって、で服作ることから学んで徹底的に基礎を学べるっていうと、やっぱ工科基礎科かなと思ってそこにしました。
良かったことは基礎を何も知らないゼロの状態から教えてくれるっていうのもそうだし、ビジネスにつなげられる服作りを学べるので、そこがすごい良かったなって思ってます。上京してみて思うことは、なんか東京にいるとやっぱ人が多い分いろんな性格が多いというか、なんか今まで出会ったことないようなタイプの人がわんさかいて、それがやっぱ街歩いてるだけでも面白いなって思うのと、そうですね、やっぱ刺激が多いのがすごい楽しいですね。課題にかかるお金が多いので食費を削ることが多いです結構。でも結構値段見ずに布買っちゃいたいタイプなので、高くても気に入ったら買っちゃうから、素材にもよるけど、この間作ったウールのスカートは1着作るのに多分2万しないぐらいだったかな。多分そんぐらいかかったと思います。休日は、でも課題が多いので課題をやるのと、絵を描いたり本読んだり、あとは映画を見たりすることですね。はい、その文化に入ろうと思ったきっかけのその河合浩太さんって方がそういう系統に寄ったとかではなくて、単純になんか自分の好きな格好してて、よく言いますけど好きな格好して全然恥ずかしくないみたいな、本当そういうのをその人を見て感じたので、結構そこからちょっと周りの人にちょっと変だよとか言われてもなんか別にいいかなみたいな感じに思えるようになったのと、あと歌手のアブリル・ラビーンが好きで、常にロックマインドというかそういうところにそうですね寄ってると思います多分。卒業後いきなり多分一人でやっていくとかじゃなくて、一旦世の中に出て就職して、で今あるブランドとかに就職したりとかして、その後に総合的に学んだ末に自分のなんか企業とか独立っていう面でプランというか、自分が今思ってる将来ですね。福岡基礎科に留学してみようかなって思う子はまず課題が大変かなって思うと思うんですけど、多分やってみないとわからないんですけど、本当に充実感がすごくて、何もやってこなかった人ほど入学した瞬間に一気に世界が変わるというか、やることが多すぎて寝れないっていうのがだんだんなんか自分充実してるって今は私思ってるので、そういうふうに思って入学したらいいと思います。好きな食べ物は馬刺しと、あとお母さんのおでんと、静岡県民なんですけど静岡にしかない爽やかっていうハンバーグ屋さんがあって、そこのげんこつハンバーグが好きです。宣伝したいことはインスタグラムやってるのでフォローしてほしいのと、文化に通っててまだ先輩とか、年関係なくあんまりまだ友達が広がってないので声かけてくれたら嬉しいです。